アメリカの上場企業が4億5000万ドルを調達してイーサリアムを買うという驚きのニュース。アメリカの取引シェアが 45% 以下に落ち込む中で台頭するアジア市場、そしてついに提出された暗号資産の規制法案など、投資家として見逃せない情報が今日も盛りだくさんです。おはようございます。桜井です。この動画では、ただニュースを並べるのではなく、なぜそれが重要なのか、自分の投資判断にどう活かせるのかという視点で分かりやすく解説をしていきます。また、専門用語もできる限り噛み砕いてお伝えしますので、暗号資産投資初心者の方でも安心してご覧いただけると思います。最後までご覧になってもらうことで、今のマーケットの全体像がしっかりとつかめると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速内容に入っていきたいと思います。まずは暗号資産市場全体の動きから見ていきましょう。過去24時間で暗号資産市場の時価総額は 1.65% 増加し 3.29 兆ドルから 3.35 兆ドルに拡大しました。この数字からもわかりますように、市場全体に資金が戻ってきている印象があります。24時間の取引高も同じく 1.65% 増加していて、現在は2784億ドルとなっています。取引が活発化しているということは、それだけ投資家の注目が集まっているということにもなります。大きく動く前兆と捉えられるかもしれません。ビットコインは 0.6% 上昇し、現在は 105,452 ドルで取引されています。ただし注目すべきはドミナンスの低下です。市場全体に占めるビットコインのシェアは 62.58% とわずかに下がっています。一方でイーサリアムは 4.85% 上昇して 2614.58 ドル。時価総額は3156億ドルに達し、ビットコインに次ぐ存在感をしっかりと保っています。このように今、ビットコイン一強というよりも、アルトコインへの資金流入も徐々に進んでいる流れです。特にイーサリアムの強さは、この後のセッションでも出てきますけれども、ETF や機関投資家の動きと密接に関係しています。では、ここからはアメリカで進んでいる暗号資産に関する規制の最新動向を見ていきましょう。今回注目されたのは、クラリティ法案という新しい法案です。この法案の目的は、暗号資産が商品なのか、証券なのか、その境界を明確にするというものです。実はこれ、投資家にとってはかなり重要なテーマです。なぜなら、どちらに分類されるかによって管轄する当局が変わってくるからです。商品に分類されれば監督するのは CFTC。これはアメリカ商品先物取引委員会です。そして証券であれば SEC、アメリカ証券取引委員会の管轄になってきます。現在多くの暗号資産がどちらにも明確に当てはまらず、規制のグレーゾーンになっています。このクラリティ法案が成立すれば、その曖昧さが取り除かれ、取引所やブローカーがどのルールに従えばいいのか、これが明確になります。つまりこれは市場の透明性が高まり、機関投資家が参入しやすくなるということにもつながってきます。今回の動きはアメリカがいよいよ本格的に暗号資産市場と向き合おうとしている証拠とも言えるでしょう。では続きまして暗号資産に対する機関投資家の最新の動きについてご紹介します。まず最も注目されたのがシャープリンクというアメリカナスダック上場企業の発表です。この企業はなんと4億5000万ドルの資金調達を実施し、その一部をイーサリアムの購入に充てる方針を明らかにしました。これは単なる短期的な投機ではなく、イーサリアムを財務資産として保有するというかなり踏み込んだ判断です。こうした動きは、イーサリアムが単なる仮想通貨という域を超えて、企業の資産ポートフォリオの一部として位置づけられてきていることを示しています。さらに同じく6月2日には、イーサリアム ETF への純流入額が
7820万ドルに達したというニュースも出ています。これはイーサや FETH といった ETF を通じて機関投資家が積極的に資金を投入していることを示すデータです。一方で興味深い動きもありました。メタでは株主総会でビットコインを財務戦略に組み込む提案が出されましたが、これは否決されました。つまり、すべての企業が暗号資産を積極的に取り入れているわけではなく、企業ごとに方針が分かれている状況なんですね。このように機関投資家の動きは今後の価格に大きな影響を与える要素の一つです。特にイーサのように実需と技術基盤がある通貨は投資対象としての信頼性が高まりつつあると考えられます。では次に注目すべきは暗号資産市場の地理的な変化です。これまでビットコインやイーサリアムの取引量は圧倒的にアメリカ市場が中心でした。しかし今回の報道ではその状況が変わりつつあることが示されています。2025年6月の初旬の時点でビットコイン、イーサリアム、ソラナ、この取引量におけるアメリカのシェアは 45% 以下に低下しました。この数字はアジア市場の存在感が急速に高まっていることを意味しています。アジアでは規制が徐々に整備されつつあり、取引所や企業の対応もスピーディーです。またユーザー層も広がっていて、個人投資家だけではなく、法人や機関の動きも目立ってきています。特に日本やシンガポール、韓国、香港などは暗号資産にフレンドリーな規制や制度を整えつつある地域として世界中から注目を集めています。一方でアメリカでは規制が曖昧なまま議論が続いていて、クラリティ法案のような動きはあるものの、市場としての勢いではアジアに押され気味です。この構造の変化は今後の資金の流れやプロジェクトの拠点にも影響を与えてくる可能性があります。投資家としてはこうした市場の重心の変化にも注目しておくことで先を読むヒントが得られるんじゃないかなと思います。はい。ではここからは少し視点を変えまして技術的なリスクについてお話をします。それが量子コンピューターと暗号資産の安全性に関わる問題なんです。今回の報道の中では、アナリストたちは暗号資産業界が量子コンピューターの脅威に対して依然として準備不足であると指摘しています。そもそも量子コンピューターっていうのは従来のコンピューターとは全く異なる仕組みで情報処理を行う次世代の超高速コンピューターです。理論上現在のビットコインやイーサリアムのような暗号資産は公開鍵暗号方式という仕組みで守られていますが、量子コンピューターが実用化されれば、その暗号を短時間で解読できる可能性があると言われています。つまり、万が一にでも量子コンピューターが悪用された場合、ウォレットの秘密鍵は突破され、資産が奪われるリスクがあるというわけです。もちろんすぐにそのような事態が起こるわけではありませんが、業界全体としてセキュリティの再設計や量子体制の開発は避けて通れない課題になりつつあります。このリスクについてはまだ広く知られていない部分も多いため、今後量子体制を備えたブロックチェーンやプロジェクトに注目が集まる可能性もあります。投資家としてはこうした中長期の技術トレンドやセキュリティリスクっていうのも意識しておくと他の人よりも一歩先を読めるかもしれません。はい。ということでここまでご覧いただきありがとうございます。それでは今日の暗号資産ニュースのポイントを3つにまとめて振り返っておきましょう。まず1つ目ですけれども、市場全体は堅調に上昇しており、イーサリアムは 4.85% 上昇、シャープリンクによるイーサ購入や ETF への資金流入など、機関投資家の動きが強気相場を後押ししていることが分かりました。そして2つ目、アメリカの暗号資産シェアが 45% 以下に落ち込み、アジア市場の影響力が拡大しているという構造変化が起きています。地政学的な観点からも投資判断のヒントになる重要な動きと言えるでしょう。そして3つ目、量子コンピューターによる将来的なセキュリティリスク、今後量子体制を備えたプロジェクトやセキュリティ技術の進化にも注目しておきたいところと言えます。はい。ということでこうした情報を日々インプットしておくことで、
ニュースをただの出来事として流すのではなく、次の投資判断に活かす力が自然と身についてくるのではないかなと僕は思っていますけれども、皆さんはどうでしょうか？ぜひ今日の内容に関してコメントをいただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレイド X があります。先日説明動画を公開しました。まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI はそれはありません。なので投資成績も上がるのではないかと思っています。僕も先日から始めました。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレイド X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方からお問い合わせをください。実際に登録された方から始め方がよくわからないという問い合わせもいただいております。ショート動画の方でアプリの設定の方法もアップしていますので、そちらをご覧になってもらい、アカウントの作成をされてみてください。また、使い方など説明動画も今後作っていこうかなと思っていますので、リクエストもあれば聞いてみてください。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。